皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆっけいです。皆さんついにパナソニックの 4K 液晶テレビ2022年モデルが発表されましたよ。今回発表となったのは 4K 液晶ビエラの最上位モデル LX950 シリーズとミドルクラスの LX900 シリーズの計2シリーズのみとなります。これから追加発表があるかもしれませんが、とりあえず今回はこちらの2シリーズの現行モデルと変わった点やおすすめのポイントを徹底紹介していきたいと思います。テレビ選びをされている方や、そろそろテレビも買い替えないとなーってお考えの方は必見の内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、今回発表のあった新製品の下の方のモデル、LX900 シリーズから説明していきましょう。こちらの LX900 シリーズですが、名前的には現行の JX900 シリーズの後継機なのかなと思ったんですが、サイズ展開や特徴機能なんかを見てみると、JX850 シリーズの後継機っぽいんですよね。なんともわかりにくいというか、名前で騙される方が多そうですよね。では中身を確認していきましょう。こちらは43インチと49インチの2サイズ展開。43インチの方には VA パネル、49インチの方には IPS パネルとサイズによって使用しているパネルが異なるようです。このパネル方式ですが、どっちがいいどっちが悪いっていうことはないんですけど、簡単に言うのであれば VA パネルはコントラスト比が高く、明暗のくっきりするような映像の視聴に向いていて、IPS パネルは色再現性と視野角の広さに優れているため、色鮮やかな景色を視聴したり、家族などの大勢でテレビを見たりするのに向いていますね。発売日は6月17日で、市場想定価格については43インチモデルが18万円前後、49インチモデルが19万円前後となっています。半導体不足の影響もあってか、ミッドレンジモデル帯にしては少しお高めな値段設定と思うのは僕だけですかね。テレビの値下がりはかなり早いですから、本機を狙っている人も発売されてから 2,3 ヶ月くらいは待っておいた方がいいかもしれませんね。続いては本機の特徴機能を紹介していきます。現行モデルと変わった点については、その都度ピックアップしていきますね。本機の特徴の機能の一つ目は、オート AI 画質です。この機能、現行モデルと少し変わった点もあるので、要注目ですよ。オート AI 機能では、100万を超える映像のシーンから構成される学習用データベースを、ディープラーニングを活用して AI が学習。そこから生成したシーン識別アルゴリズムを使うことで、シーンに応じた最適処理を実行してくれるんですが、本機ではシーンをより細分化して解析することで、従来よりもシーン認識アルゴリズムの認識精度が向上したそうなんです。例を挙げると、トークと演奏シーンが混在するような音楽番組など、従来正しく認識できなかった場合でも、最新のアルゴリズムでは最適な補正が行われるようになっているので、トークシーンでは人の肌が際立つような色彩豊かな映像に、演奏シーンでは明暗がはっきりするようなコントラストの高い映像に自動調整してくれるというわけです。本機の特徴機能の2つ目は、部屋の環境光に合わせて画質調整してくれる機能です。ここも現行モデルとちょっと変わってるんですよね。現行モデルでも明るさ連動 HDR という似たような機能はあったんですけど、これは部屋の明るさしか見てなかったんですよね。本機からは環境光センサーが新たに搭載し、部屋の明るさだけではなく照明の色までも認識、その情報をオート AI 画質に反映することで、様々なコンテンツを自動で自然な画質に整えることができるようになったというわけです。本機の特徴機能の3つ目は 4K ファインリマスターエンジン搭載で、どんな映像も 4K 画質にブラッシュアップできる機能です。このモデルからはこちらの機能も進化しているんですよね。4K ファインリマスターエンジンは現行モデルでも搭載されています。素材解像度検出処理により 4K 放送から地デジ、ネット動画などの映像を 4K 高彩化するいわゆるアップコンバートを任されている部分なんですよね。4K テレビでは一番と言ってもいいぐらい重要な機能ですが、本機からはこの部分もだいぶ進化したそうなんです。超解像技術にはフレーム内処理とフレーム間処理の2パターンが存在します。テレビの映像はパラパラ漫画のように静止画が一枚一枚連続して動くことによって映像として見えるのは皆さんご存知かと思うんですけど、フレーム内処理の方では静止画の一枚の画素情報だけを見て超解像処理を行っているんですよね。
対してフレーム間処理はその静止画の1枚の前後1枚ずつ合計3枚の静止画の画素情報を見て全体の映像が最適化されるように超解像処理を行っているので、演算処理が複雑な分フレーム内処理よりも高画質に仕上げられるというわけです。どうやら本機は後者のフレーム間処理が採用されているようで、アップコンバート機能の向上にもかなり期待ができそうです。いや、国内でフレーム間処理を採用しているのは東芝のレグザだけでしたから、東芝以外の国内メーカーとは結構差別化できたんじゃないですか。また本機ではゲーム機能の方もかなり充実しているんですよね。プレイステーション5なんかの次世代ゲーム機をプレイする際に外せない 4K120fps や VRR、ALLM、AMD フリーシンクにもしっかり対応しています。ただ VRR と AMD フリーシンクに関しては43インチのモデルにしか搭載されていないみたいなんですよね。なので購入を検討されている方はご注意ください。他にも本機から新しく搭載されたゲーミング機能としてゲームコントロールボードがあるんですよね。ゲームコントロールボードではゲームプレイ時に映像のフレームレートや HDR メタデータなどのソース情報を表示できたり、映像の暗部を調整して映像の影の部分を見えやすくする暗部視認性強調もできるので、ゲーム好きの人にはかなり嬉しい機能ですよね。本機の特徴機能の5つ目は、テレビ単体でも立体音響を体感できる音響機能です。音響機能に関しては現行モデルからの変更はないそうなんですが、本機では立体音響規格のドルビーアトモスに対応しているため、別途サウンドバーを設置しなくてもテレビ単体で立体音響を体感することができるんですよね。搭載しているスピーカーに関しては 15W のフルレンジスピーカーを2機搭載しており、迫力の低音再生を実現するために光合成のスピーカーボックスを採用しているそうです。個人的にはスピーカー自体に飛び抜けた特徴機能がないというところが残念なところではありますが、一応ドルビーアトムスに対応しているという点は好感が持てます。特徴機能の6つ目は転倒防止スタンドを搭載している点です。ビエラのテレビは画質や音質の他に転倒防止の観点からも高い評価を得ているんですよね。それがパナソニック独自の転倒防止スタンドで、スタンドの底面に吸盤を設置しているんです。スタンド底面の吸盤とテレビ台の間を真空に近い状態にすることにより、地震なんかの横揺れが起こってもテレビの転倒を防止してくれるというわけです。ちなみに吸着のオンオフはスイッチをスライドさせるだけで簡単に切り替えが可能なので、お掃除や引っ越しの際にも楽に移動できます。他のメーカーではこのような転倒防止ベルトを別途設置するタイプが主流ですよね。ここまで転倒防止に力を入れているのはパナソニックのビエラだけなので、小さいお子さんやペットがいる方にはかなりおすすめのポイントですね。特徴機能はざっとこんな感じになりますが、他にも現行モデルと変わった点について細かい部分だと、動画配信サービスのダイレクトボタンが6個から8個に増えていたり、リモコン自体も Bluetooth 方式になっているようですね。これはでかい。赤外線リモコンも性能は上がってきてるんですけど、Bluetooth だとマジでイライラがなくなりますよ。続いては今回発表のあった新製品の上位モデル LX950 シリーズを説明していきますね。こちらの LX950 シリーズについては正真正銘現行モデル JX950 シリーズの後継機モデルとなっているようですね。では中身を確認していきましょう。こちらは55インチ、65インチ、75インチの3サイズ展開。使用パネルについては全てのサイズで IPS パネルを採用しているようです。発売日は75インチについては6月24日で、55インチ、65インチについては5月27日を予定しているみたいです。あと2、3週間で発売なんですね。市場想定価格については55インチが28万円前後、65インチが31万円前後、75インチが41万円前後となっています。それでは LX950 の特徴機能を紹介していきます。とは言っても先ほど紹介した LX900 の特徴機能はほとんど搭載済みなので、 LX900 にプラスアルファをした特徴機能の紹介がメインになりますかね。特徴機能の一つ目はパナソニック独自のディスプレイ搭載で高輝度、高コントラストを実現してくれる機能です。本機ではプレミアム液晶ディスプレイといって、液晶ディスプレイバックライト LED とディスプレイ内部の部分構成を最適化した上で、パナソニックの自社工場で一つ一つ組み上げているんです。それにより液晶ビエラ史上最高クラスの高輝度を実現し、高いコントラスト性能を実現しているというわけですね。また、高級感のある金属素材のメタルフレームを採用した薄型構造や、パネル面が
テレビの端まで伸びたフラット構造を採用したことで高いデザイン性も兼ね備えているんですよ。画質とデザインの両面において妥協を許さない、まさにプレミアムな液晶ディスプレイとなっています。ただ、このプレミアム液晶ディスプレイに関しては JX950 にも搭載されている特徴機能なので、特段変更点はないようです。続いての特徴機能がイネーブルドスピーカーを搭載した立体音響機能です。先ほど紹介した LX900 にも採用されている立体音響規格のドルビーアトムスに対応しているのはもちろんのこと、本機ではテレビの上部にイネーブルドスピーカーという上向きのスピーカーを2つ搭載しており、そのスピーカーから出力された音を天井に反射させて、よりリアルな音場を作り出すというドルビーアトムスもお墨付きの仕組みを採用しているんです。こんなの普通のテレビに搭載していませんからね。割と高めのサウンドバーについているのかどうかのスピーカーがテレビに搭載されているなんて、音響面では他のメーカーの一歩先を行っていますよね。そして本機の最後の特徴機能がオート AI 音質です。先ほど紹介した LX900 にはオート AI 画質が搭載されていましたよね。もちろん本機にもオート AI 画質は搭載されているんですが、それに加えて音質面でもパナソニック独自の AI 技術を活用し、それぞれのシーンに応じて理想的な音場と音質に自動調整してくれる AI オート画質にも対応しているんですよね。これニュースのシーンでは音を画面中央に集中させて声をくっきりと聞き取りやすくし、スポーツのシーンではまるでスタジアムにいるかのように歓声が広がって臨場感あふれる音場に調整してくれるので、かなりの優れものだと思います。正直現行の JX950 から変わった点は LX900 と共通の特徴機能のみで、 LX950 に特化した機能の改良はなかったみたいなんですよね。どうせならスピーカー部分の大きな改良とかあったら嬉しかったんですけどね。というわけで、今回はパナソニックから2022年最新液晶テレビの発表がありましたので、そちらの特徴機能や現行モデルからの変更点などを詳しく紹介していきました。今後ですね、他のメーカーからどんどん2022年モデルの発表があるかとは思いますので、その都度動画にまとめて詳しく紹介していきたいと思います。今回の動画がわかりやすかった、最新テレビの情報をいち早く知りたいよっていう方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録していただいている方も、チャンネル登録ボタンの右側にあるベルマークを押してもらうことで、動画投稿時に通知が行くようになりますので、ぜひそちらの方も押していただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆうけいでした。